皆さんこんにちは。フリーランス日本語教師のタクです。今回のテーマは受け身ですね。受け身、日本語初級の後半で出てくる文法なんですが、習っても自分で使うことがないという人も多いですよね。初級で習う難しい文法トップ3の一つです。受け身というのは英語で言うと passive form、passive sentence です。ある動作の対象を主語にして作った表現です。例えば、兄がプリンを食べましたという文をプリンを主語にして作り変えたプリンが兄に食べられましたという文が受け身の文です。文の作り方は、動作の対象は動作主に動作の受け身形。日本語の受け身の文には大きく分けて3つのタイプがあります。一つは先ほど言ったプリンが兄に食べられましたという単純な受け身です。これは受け身の文の中では作るのが簡単なものです。例外もあります。例えば、書く、立てる、作る、考えるなど創造的な動作を使った受け身の文では、にではなくによってが使われます。エリーゼのためにはベートーベンによって作曲されました。2つ目は、兄がプリンを食べたことによって私が困ったという状況を表す私は兄にプリンを食べられましたという文です。主語が私であるのに対して食べるという動作の対象になっているもの、つまり食べるという動作の受け手はプリンです。このタイプの文はよく誰かのものに何かが起こった時に使います。このプリンの状況だと、兄が食べたのは私のプリン、または兄と私が分けて食べるはずだったプリンを指しています。文の作り方は、困る人は動作主に動作の対象を動作の受け身形。最後は動作に対象がないのに受け身にするタイプです。この場合、あることが起こって誰かが困る、悲しむなどの問題が起きます。これを迷惑の受け身とも呼びます。例えば、雨が降りました。それで私はとても困ってしまいます。その時、私は雨に降られましたと言います。降るという動詞は目的語を取りませんね。このような受け身の文は日本語独特のものだと言われます。文の作り方は、困る人は動作主に動作の受け身形。ではまず動詞の受け身形の作り方を見ましょう。それから受け身の文を作るクイズを出しますので、ぜひ最後までご覧ください。
3、2、1。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